오늘은 새로운 가발을 사봤어요. 핑크. 사실 제가 컨셉 카페 전문 유튜버가 아니지만 집사 카페도 가고 하다 보니까 뱀파이어 카페를 가달라는 분들이 꽤 있으시더라고요. 그래가지고 바로 예약을 했습니다. 그래서 사실 오늘 어떻게 옷을 입을까 고민을 했는데 종말의 세라프라는 일본 애니 중에 뱀파이어랑 인간이랑 싸우는 그런 내용의 애니메이션이 있어요. 거기에 나오는 핑크색 머리가 되게 귀엽거든요. 그래가지고 오랜만에 핑크색 머리를 하고 싶기도 하고 해서 결정을 하게 됐습니다. 물론 언제나처럼 이 옷이랑 똑같이 입지 않을 거예요. 똑같이 입으면 코스프레 느낌이 되기 때문에 저는 사실 코스플레이어가 아니기 때문이죠. 약간 머글과 오타쿠의 중간 느낌이랄까? 그래서 옷도 이 일반 분들이 보시기에는 제가 코스프레를 하는 느낌일 수도 있어요. 근데 이 코스어 분들이 보시기에는 저게 무슨 코스프레야 라는 느낌입니다. 사실 저도 코스플레이를 하고 있다고 생각하지 않아요. 그냥 애니메이션에서 영감을 받아가지고 옷을 입는 거지. 오늘은 서론이 길어지긴 했는데 어쨌든 오늘은 이렇게 레이어드를 해볼 거예요. 이 룩을 보시면 화이트 레이스가 포인트로 나와 있는데 그걸 표현하기 위해서 이거를 맨 아래에 입으면 어떨까라는 생각입니다. 이렇게 입고 여기다가 이거를 레이어드를 하신 다음 이것도 살짝 이렇게 내려서 이런 식으로 해주면 나쁘지 않은걸? 그리고 여기다가 이런 느낌의 코르셋을 입어줍니다. 사실 이게 조금 길었으면 이것처럼 크로스를 입고 싶었는데 너무 짧아. 근데 오히려 이렇게 어깨끈이 튼튼하니까 이 친구를 좀 잡아주고 있어가지고 괜찮은 것 같아요. 이것도 하나하나 잠가줍니다. 또 제가 이 블러스가 딱이라고 생각했던 게 뭐냐면 이렇게 밑으로 쫙 당기면 이 밑에도 포인트를 줄 수가 있거든요. 그래서 여기에다가 이 스커트를 입어줄 거예요. 그리고 목걸이를 해야 되는데 이 목걸이는 이렇게 두 개를 레이어드 해주면 딱 괜찮지 않을까. 이상적인 느낌은 이런 느낌이지만 짠! 최대한 한번 해봤습니다. 5핀으로 고정했어요. 그리고 머리인데 이런 느낌으로 하면 캐릭터 느낌이 나지 않을까 해가지고 이 친구 두 개를 또 가져왔어요. 근데 사실 이렇게 하니까 되게 컨셉 카페 출근할 것 같은 그런 느낌이긴 하지만 분명히 시작할 때 나는 코스프레가 아니다 라고 했는데 오늘은 코스프레 느낌이 조금 세네. 어쨌든 팔찌는 솔직히 이번에도 안 보일 것 같긴 하지만 이 친구로 포인트를 주고 싶었어. 포인트를 주고 그리고 보시면 이 검은색이 시스루에다가 얇기 때문에 울룩불룩하게 안 예쁘게 보여요. 그래가지고 여기다가 이 레그 워머를 껴줄 생각입니다. 레그 워머지만 팔에. 제가 이거는 작년 크리스마스 때도 했던 코디 방법인데 이렇게 하는 거를 꽤 좋아해요. 이런 느낌. 신발은 이 친구를 준비를 했고 가방은 이거 완전 찰떡이지 않아요 여러분? 백팩으로 멜 수 있는 가방이에요. 그리고 차 타고 이동할 거긴 한데 추울까봐 이 코트도 입어줄 건데 딱 뱀파이어 망토 같은 느낌이 나는 게 이 친구밖에 없더라고요. 따란. 이거를 걸치고 가서 안에서 벗는 걸로. 아 제일 중요한 거 까먹을 뻔했어. 귀. 사실 귀까지 하면 정말 코스프레가 되긴 하지만 어쩌겠어. 컨셉이 진심인 나인걸? 코스프레 아니라고 해놓고 귀까지 했더니 완벽하지 않나요? 사실 손꼬니도 할까 해가지고 샀는데 이렇게 착용하면 완전 오쿠 족창처럼 되더라고요. 여기 이렇게 튀어나와가지고 그걸 예쁘게 하시는 분들은 어떤 트릭을 쓰신 거지? 혹시 팁 있으신 분들 알려주세요 댓글로. 아무튼 준비가 다 끝났으니 뱀파이어 카페로 가보도록 할게요.すごい雰囲気すごい待ってすごいベル来ますね。すごい音が近い龍です。ゆうちゃんお化け屋敷だ。お客人の来館何時の地を与えたまえ。すごい。ありがとうございます。めっちゃ暗い。ありがとうございます。それでは今宵我々吸血鬼の屋敷ヴァンパイア会にお邪魔して誠にありがとうございます当館テーブルでのお会計晩餐会をしてください。我々をお呼びください。こちら棺型のメニューがヴァンパイアカフェオリジナルカクテルのメニュー全部で13種類の呪いカクテルうち6つがノンアルコール中身が書いてある板前こちら魔導書グランドメニュー1ページ目が注意書き必ず読むようにじゃあサラダ闇のものを呼び覚ます復活の儀式レサ4歳パスタ迫力すごい。メインディッシュじゃあお肉目の前で火炙り系にするそれがデザートじゃあその中でもおすすめの13種最後はドリンクもしおすすめメニューありますか？おすすめは赤いページに書いてあるもしよくありましたしヴァンパイアのローズだね書いてください。ランチの中よろしくお願いします。与えたまえあ
何頼むかな。タクちゃん助けて。タクちゃん。実は私がちょっとうん韓国人なので、うん日本語が下手くそだから、うんちょっと呼んでください。面白い名前がちょっと欲しい。とりあえず儀式を行う。こちら闇のものを呼び覚ます復活の儀式。これ YouTube で見たけどちょっと恥ずかしそう。だいたいこれを頼むぞ。じゃあこれを一つ。うん肉がちょっと欲しいから。うん。反逆者を裁く悲劇の火炙り剣。反逆者。これとこれ何が違いますか？こっちの方がいいかもしれない。辛いぞ。どのぐらい辛い？韓国人には辛くないかもしれない。じゃあ、まあ、なるべく辛くしようかじゃこれを何？あ。これはアイスクリームあ、じゃあこれを一つ、これ一つ。だ。タクちゃんと読んで。闇のものを呼び覚ます復活の儀式一つください。よしあとは反逆者を裁く反撃の火炙り系。うん。飲み物は飲み物は全部可愛い。器用。のここではおすすめメニューありますか？アルコールでもいいの？アルコールを一つ。アルコールでいい？ノンアルコールああ、アルコールだと、まあ、一番人気はノスフェラトゥ。これアルコール強いですか？大丈夫だ。強い、そんなに強くないよ。強い方がいいの？チャミスルでも入れようか。弱い方がいいです。弱い方がいいの？んじゃあ大丈夫だよ。じゃあこれを一つ、ノスフェラトゥ。ノンアルコールでは、ノンアルコール一番人気はアイアンメイデン。たくこれ飲む？おお、いいね。これと、うんこれ。じゃあノスフェラトゥを一つ、うアイアンメインディを一つ。ん。よし。緊張します。私と似合う。うん。ちょっと欲しいかもしれない。欲しいの？メニューがかっこいいから。一応これ韓国海苔使ってるよ。海苔？うん。いいですね。闇の十字架。うん。これは名前ちょっと簡単だ。名前が面白いやつ。名前が面白いやつ。じゃあこれは絶望という名の漆黒に染まりゆく死神の断罪。これちょっと面白いな。説明がちゃんと書いてあるのがもっと面白い。面白さ重視なんだね。コンセプトが好きだから。これ全部自分で決めますか？名前。そうだ、我が輩が考えてる。どのぐらいかかりますか？決めるのに、んこう1時間あれば。すごい。結構かかりますね。伝えなきゃいけないからな。その文章からビジュアルも味も全部。あー、確かに。そうそうそう。韓国よりは食べたことありますか？韓国料理好きだよ。本当？うん。ちょっとニンニク嫌いなイメージがあるけど、日本のヴェンパイアはそんなことないですか？もう克服している。余裕。強い。じゃあキムチは食べれますか？キムチ好きだよ。キムチのメニューがもしあったら名前どうしますか？キムチのメニューがもしあったら、はいなんだろうな。赤き血にまみれた白菜。血にまみれし白菜。すごい。マシソよ。おお、韓国語勉強どのぐらいしてますか？韓国でも結構有名だからここ。そう。韓国人よく来るから。それでちょっと勉強してるよ。この T シャツめっちゃ気になる。すごく可愛い。ここの中で何が一番おすすめですか？でも今日ピンク色だから、このピンク頭がピンクの方がいいんじゃない？おお、いいですね。ストロベリーと抹茶だね。お、ちょうどいい。チョコとストロベリー。なんかスマホ。ハンディだからハンディ。これで注文する。あ、すごい。こちらおーノスフェラトゥ。可愛い。ノスフェラトゥ。アイアンメイデン。うわ、これも光ってる。これで血まみれにしよう。近い血まみれにしよあ、これをこっちにう。そう入れたらどうなるかな。じゃあ入れてみますね。おお、全部入れても大丈夫かな。お、いいね。血みたいなところもある。血みたいじゃない。血。あ、血みたいじゃなくて、これは何ですか？それは心臓だ。誰の心臓ですか？奴隷の心臓だ。ちっちゃくない？串刺しにしてる。すごい。この怒りはなんだ？我が輩の魔力で光っている。魔力すごいな。これ混ぜていいですか？混ぜた方がいいよ。お、なんか光がある。これが魔力？そう、魔力。お、すごい。美味しい。甘い。思ったよりお酒の味は全然しない。後から来る。後から来るんだ。後から来る。気をつけてください。何味だろう？チチ。どうですか？おお、美味しい。どんな味？甘酸っぱい感じですごく美味しい。奴隷の心臓って言ってたね。怖い。いただきます。
奴隷の心臓すごく甘い甘いです。甘やかされたのかな。めっちゃ可愛い。うんチーもちょっと食べてみて。血も食べてみる。食べたことないな血は。いや食べたことないのか。食べたことないな。そうなの。怪我した時舐めたりしない。そういう世代じゃないかも。そういう世代で。貴様。いただきます。はい。うん硬い。何？飴？そうそうそう、なんか駄菓子みたいな、飴みたいな、甘い、美味しい美味しい。今宵の生贄。可愛い。トカゲいる。おお、可愛い。うん。これは何ですか？これクリームチーズで。美味しそう。嫌いな食べ物はないの？キュウリ。キュウリが嫌いなの？なるほどね。キュウリが一番嫌いでそう。あとなんだっけそれ？トロ？とろろ。トロロ。あトロロ。お前トトロ食うのか。トトロは食わないぞ。韓国ではトトロを食うのか。初めて知った。韓国料理にトトロの丸焼きとかある。トロロがダメなの？なんでネバネバしてるはい。それでなんか、うん納豆もの？納豆もダメなの？好きですか？納豆好きだよ。え食べた方がいいよ。なんで？ネバネバするからトトロよりそっちの方がいい。トカゲ。一口で食べてもいいよ。このサンドイッチ、これ本当はサンドイッチみたいに食べるものだから。ちょっとむずそうだけど。うん、むずいね。可愛い。いただきます。半分だけ。残虐だね。残酷は韓国語でなんて言うの？サンホ？サンホ？チャニナタ。チャニナタ。美味しい。美味しいでしょ。じゃあ儀式を始めようか。闇のものを呼び覚ます復活の儀式。だから儀式を始める。我が輩が闇のものにと言ったら、バラの花を。バラの花を我らにしようと言ったら与えたまえ。与えたまえ。そうちょっと難しい。では練習。闇のものにバラの花を我らにしよう。与えたまえ。与えたまえ。闇のものにバラの花を我らにしよう。与えたまえ。覚えた？ちょっとタクも大丈頭夫？悪いかもしれない。タクタがして。じゃあなんでお前がやれ。じゃあ俺も言うから。うん。オッケゆっくりで。ゆっくりめ。いつもよりゆっくりめで。じゃあ行こうか。闇のものにバラの花を我らにしよう。与えたまえ。闇のものにバラの花を我らにしよう。与えたまえ。闇のものにバラの花を我らにしよう。与えたまえ。よろしい。ー。やばい。血をすすりを濁った血まみれにして召し上がる。美味しそう。この血は何ですか？これは生贄の血だよ。すごい。ピートゥーソイマシケトゥセヨン。ありがとうございます。韓国語上手。単様な字。おーすごい。上手。タクより上手。ちょっと俺より上手だ。そうなの？お前大したことないの？まずなんかこの血が何かちょっと気になる。초장みたいな味。そうじゃん。何それ？刺身とか。刺身とか。あ、美味しい。そうっす。これは何ですか？コウモリだ。コウモリわかる？わかんない。わかんない。いない？これバットマン。バット。パクチ？パクチー？うんパクチーなの？パクチ。パッチー？パクチ。パッチー。トカゲと同じ味。美味しいですね。じゃあバラとちょっと混ぜた方がいいぞ。韓国人混ぜるの好きだ。ビビンバみたいな。こうちょっとこうおこげ作るみたいな。優しい。優しい。普段やんないけどな。特別。特別嬉しい。いただきます。はいバラとサラダ。ケイマシソ？え？ケイマシソ？そんな。どこで覚えましたか？いろんな筋から覚えてる。すごい。なんかめっちゃおもろいけどそれは。ケイマシソ。ここは何年前からあるんですか？ここは2000年だっけ？結構。すごい。じゃあなんか常連さんとかいますか？常連さんいるよ。たまに来たい。たまに来たい。韓国人でいうたまにはどれぐらいなの？1ヶ月に1回。 1ヶ月にああいいんじゃないそのペース、じゃあ月1で来てください。次は韓国人友達と一緒に。ああいいんじゃない、日本に住んでるの？はい。いつから？一昨年の12月。12月もうほぼ去年だねじゃあ。完全に住んでるの？はい。なんか今日本語学校通っていて、なんか来たから日本語勉強始めたからまだ下手くそなのでちょっと。上手だよ。ありがとうございます。じゃあ喋れない状態で来たの？はい。ひらがなだけわかんないの感じで。そうなんだ。すごいね。日本が好きってこと？こういう感じが好き。こういう感じが好きなの？こういう感じが好きなの？韓国にはなさそうな。韓国にはないこういうの。
あ、そうなの？このコンセプト 100% とか 100%。の場所があんまりないの感じかな。反逆者を裁く惨劇の火あぶり系。うわー、美味しそう。では火あぶりにする。熱くなるからちょっと離れて、はい。では火あぶりにする。おー、すごい。おー、すごい、やばい。おー、めっちゃ美味しそう。この反逆者はいつ反逆しましたか？いつ反逆した？2月14日。チョコくれなかったから。ここ皆さんは全部チョコを、こいつらはギリ大丈夫。こいつはチョコくれなかったからこうなって。やばい。気をつけろ。気をつけろ。バレンタインじゃなかったからよかった。チョコないから。暑いから気をつけて。はい。チョコから食べるかな？お、下手くそ。お、なんか音が。りゅうちゃん今日緊張してるらしいから。あ、でも嬉しい。ありがとうございます。うん、柔らかい。結構辛い。もともと辛いのそんな強くないの？韓国人の中では。はい。あ、そうなんだ。日本の友達に比べては強い方だけど、韓国人の友達と比べたら弱い方。トッポッキとかも一番弱い味選ぶとか。あ、なるほどね。普通に美味しい。チョコ&ストロベリーで。チョコ&ストロベリー。辛ラーメンは食べれますか？食べるけど、次の日死ぬ。あ、じゃあこれは大丈夫ですか？これは大丈夫です。本当？これは多分大丈夫だ。今おいくつですか？今400。あ、誕生日はいつですか？誕生日10月17。意味がありますか？意味生まれた日だよ。あ、本当に？本当生まれた日だよ。どこで生まれましたか？どこで？魔界だよ。じゃあ学校も魔界で？学校学校は日本で。あ、それで日本語上手な。そう、日本語中心の生活。すごい。高校生の時、部活？高校はもうバンドやってたから、小中はバスケットボール。ありがとう。何これ？ライブやってるから。フライヤー。すごい。おお。かわいい。すごい血が。すごい。伯爵が飼いならした闇の毒蜘蛛。おお。目何？トマト？違うよ。何ですか？食べればわかるよ。秘密。あ、美味しい。あ、これトカゲ。いろんなとこ。いろんなとこに登場してる。これと一緒に食べたら美味しいですか？美味しいよ。一緒に食べてみる。これもしかして心臓？心臓。これ心臓の梅。心臓の半分の心臓。あ、さくらんぼ？そう、チェリー。美味しい美味しい。韓国人はアイスが好きなんでしょ？男の人が女性を誘うときに、この後アイスクリーム一緒に行きませんか？ああ、お酒飲むとき。そうそうそう。学校とか飲み会でちょっと気に入った人に一緒にアイス買いに行こうとか。そうそうそう。日本と違うね。日本はどうやるんだろうな。この後一緒に飲みに行きませんか？また飲むの？もう一杯行きませんか？個人的にもう一杯。なんかでもそれはみんないるところで行ったらちょっと恥ずかしい。そうね。だからアイスで誘う。でもみんなそれしてたら意味ないじゃん。あいつめちゃくちゃ狙ってるよってなっちゃう。アイス誘ってるみたいな感じになっちゃう。それはそうけどね。それはみんなの前で言わないの？内緒話っぽく言う。この間アイス行きません。ちょっと近くでアイス買いに行こうとか。ああ、なるほどね。面白いね。確かに韓国人はアイス好きかもしれない。31とかも韓国でめっちゃ人気です。ああ、そうなの？なんかあるの？限定のフレーバーとかあるの？なんかそれも多分あるけど。キムチフレーバーとか。いや。絶対誰も食べたくない。名前もちょっと韓国の方が面白い名前が多いかな。あ、そうなの？例えば、ママは宇宙人とか。まあまあ。お母さんは宇宙人。お母さんは宇宙人っていうアイスがあるの？どういうアイスなんですか？チョコアイスで丸いチョコボールが入ってるの。ママは宇宙人っていうの？なんでそんな味なの？
サーティワンさんだけが出してるやつなの？あ、サティワンだけ。へえ、日本そんなのないよ。ママは宇宙人ってやばいの。えじゃあパパは吸血鬼みたいな感なんかパパはないですね。主にうん。じ。パパは？パパアボジ。え、何？アボジ. アボジ。韓国語上手。勉強しました。저는 한국어를 공부합니다. すごい。ダヌンローズピッチャギだ。急になんか韓国語バトル。韓国語バトル。すごい。お会計お願いします。お会計。少々お待ちを。はいではこちら。はい。どんまに1000円。それはどこで覚えましたか？一番最初に覚えたに。韓国。最初に？うん。誰が教えてくれたんですか？はい。お願いしますありがとうございます。少々お待ちを。誰が教え変な韓国語がちょっと普通にお客さんが来たらうん写真とかはうん。大丈夫なんですか？あのね、じゃあグッズを買ってくれたらあー、撮ってます。グッズがあるんだ。そすごくロジャさんばっかりだけどね。う。グッズサジュせんよ。サジュせよ。じゃあ俺お返し。あ、かわいい。見て、めっちゃかわいい。ディテールすごいなって思って。お、ありがとうございます。 다녀왔습니다. 생각보다 너무 재밌었어요. 약간 잠깐 컨셉이 풀리시는 백장님을 볼 때도 재밌었고 뭔가 좀 더 가벼운 느낌? 재밌게 즐길 수 있을 것 같은 그런 느낌? 제가 저번엔 집사 카페에 갔었잖아요. 그 경우에는 정말 컨셉에 과몰입해가지고 내가 진짜 오주사마가 된 느낌을 느끼고 싶다 하시는 분들에게 그쪽을 더 추천드리고요. 이쪽은 좀 가벼운 느낌으로 좀 웃고 싶다 이러신 분들은 이쪽이 좀 더 맞을 수도 있어요. 그리고 뱀파이어 레스토랑 같은 경우에는 뭔가 어둡기 때문에 내가 창피하거나 이래도 얼굴색이 좀 티가 나지 않는다. 오늘의 컨셉 카페도 성공적!